こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、愛です。ヘッドフォンもイヤホンもいろいろな駆動方式があるようですが、今回は平面駆動方式のシュアーのブランド、レッドシュアー S12 のレビューです。プレイナードライバーってやつね。実は聞くの初めてなんだよね。仕組みについて興味のある人は、ちょっとググると情報はたくさんあるので、そちらを参考にしてください。あらら、そこぶん投げちゃうんですか？ちょっとだけ教えてくださいよ。ああ、じゃあ特徴を少しだけ。プレイナードライバーのいい点は、広い周波数帯域で低歪み、応答速度の速さと音質面では非常に有利で、構造的には理想的なドライバーなんて言われているようだけど、安価に仕上がるダイナミックドライバーに比べ構造が複雑、あまり小さくできない、コストがかかる、能率が低く鳴らしにくいと、プレイナードライバー搭載モデルは3万円からなんて感じで、ああお高いモデルねなんて印象を持っているけど、 S12 の価格は Amazon のクーポン利用で1万7000円ぐらいなんで、プレイナードライバー搭載モデルもだんだん手が出しやすくなってきた感じだね。愛にとってはかなりお高いですけど、私にとってもお高いです。でも音を聞いたらてか音聞いた？いえ、まだです。じゃあまず音聞いてみて。能率が低くて鳴らしづらいという点はどうなんですか？そんなに鳴らしづらくはないと思うけど、ボリュームは結構上げてるね。例えば SMSLM500 で KZ、ZAX だとボリューム10、トリポウィン HBB オリーノで12、レッドシュアー S12 だと17ぐらいだからね。スマホ直差しでも 70% ぐらいのボリュームで聞けるけど、まあ USB ダックの1つや2つかましてやった方が音質面でいいよね。1つや2つって1つしかかませないでしょ。あはは、例えよ例え。S12 が小さいんですけど、構造的に小さくしづらかったんじゃ。技術の進歩ってやつなんでしょう。かなり緻密に仕上げられてそうだね。10mm、12mm、14.2mm っていうプレイナードライバーは他モデルで見てるけど、このコンパクトなボディに 14.8mm の大型プレイナードライバーが搭載されてるんだからね、期待せずにはいられない。はい、ワクワク。シンプルで飽きのこないデザインが機能的だな。ですね。カラー展開は2色、どっちもいいな。愛ちゃんの耳にもジャストフィットじゃないの？そうですね。金属ボディだけど重さも特に感じないし、ケーブルもいい感じ。購入時に 3.5mm か 4.4mm のプラグが選べます。じゃあ音質比較動画に行きましょう。比較モデルには同メーカーのシュアーテープを選びました。愛ちゃんはこの間に視聴しといてよ。はーい。ではどうぞ。音量上がります。今回もいくつかのイヤピを比較してみますが、付属のイヤピ3タイプも測定してみたので、まずはそちらを。中高域は低反発タイプが、高域はブラックタイプがよく伸びています。愛ちゃんはどのイヤピで視聴したの？ジャックさんと同じ Weezer ET100 ですよ。同じイヤピじゃないと話しづらいと思ったんで。そっか、了解。今度は他社製のイヤピを 2kHz 以上を中心に見てみます。先ほどの付属イヤピのブラック&ホワイトを基準としてみます。次は比較対象を全部表示します。なんだかさっぱりわからないので絞ります。これが似てるなぁと思ったものを4種ピックアップしました。スパイラルドット2種 CP145 セドナイヤーフィットライトで一番明るいのはセドナでしょうね。ポイントは 10kHz 過ぎてからの減衰の感じが少なめということです。これにファイナル E を表示するとこんな感じで結構違うことがわかると思います。ファイナル E は相変わらず 6kHz 付近をしっかり落としてくれています。
ウィーザー ET100 は付属医薬に一番似た感じになっています。箱出し最初の主張では ET100 を装着しました。最後に単知事の TAPB ですが、これも付属医薬に割と似た感じです。実際は装着感が大いに関係してくるので、音質の特性の目安としていただければと思います。では2モデルの比較波形です。低電圧、静電型ダイナミックドライバー搭載のテープの響き方が繊細でとても綺麗です。3から 4kHz あたりの出方が特徴的ですが、さすがにちょっと強すぎ感があるので、少し抑えてあげるととても聞きやすくなります。結構前のモデルとなり、今入手するなら低域の音質調整が可能なテーププロの方がおすすめかなと思います。以前レビュー動画を作成した頃はちょっと癖があるかなと思っていたんですが、今回改めて聞いてみると実に綺麗な出音なので印象って変化するのねって思いました。個々の楽器で気づいたこと。ベースラインが追いやすく、量感もタイトさもある。ピアノは芯があって中域を削っていない豊かな響き。サックスがしっかり前に出る。量感だけあって耳障りになりがちなモデルが多い中、 S12 はギリギリのところでそれがない。シンバル系は音量が大きくなくても存在感があり、少し外側から聞こえる。低位感がすごくいい。タムやシンバルの微妙な位置の違いなんかがよくわかるし、シンバルの高さもわかる気がするほど音像がリアル。音が広がって滲んで消えていく感じはなく、鮮明。全体的には立ち上がりが速く、キレのある音。正面の近い位置でメインの楽器が響き、バックが少し奥のレイヤーで広がりを持って響く。真ん中に音が集まらないので音量を上げやすく、各楽器音が聞き取りやすい。広がるという感覚とはまた別の、横の空間を目いっぱい使っている感じが心地よい。コーティのレイヤーが多く、それをサウンドステージの広さと感じている気がする。分離といえば分離だが、今まで聞いてきた分離とは質感が違う。コーティのバランスは EQ 補正の必要性を感じなかったね。各楽器の響き方が平面駆動ドライバーの名に反し、立体的で同じ帯域で音が被っても別のレイヤーからの出音に感じ、それぞれが打ち消し合わないので、音量バランスが多少小さめな楽器でも曖昧にならず、しっかり聞こえるのが面白いんだよ。愛もいろいろ聞かせてもらってますけど、これはちょっと感動的ですね。若干微妙な点を挙げるとすれば、奥行きに対する音の距離感がやや感じづらいと言えなくもないかな。でもそれは仕方ないんじゃないですか。特徴なんですから。そうだよね。これは音の空間表現をイメージ図にしてみたんだけど、一つ一つの球体が楽器、手前が低域、上に行くほど高域という感じで、球体の重なりが大きく、つまり楽器の音が重なり、音がごちゃごちゃしてるイメージね。わあ、なんか面白い。さらにこれは低域がドーンと出て、他の帯域に被っているイメージ。あらら、なんか色も濁った感じ。音も濁ってるってことですね。そう、逆にこれは楽器間の重なりがなく分離のいいイメージ。ああ、これは綺麗ですね。VA ドライバーとかこういう感じですかね。ちょっと極端だけど、そう言えなくもないね。で、S12 はというと、ある程度の重なりはあるけど、楽器の存在感はしっかりしていて埋もれないというイメージ。なるほど、言葉だけよりはイメージしやすいですね。これといった表現方法が見つからなくても作中でね、頭の中にイメージしているものとはちょっと違うんだけど、とりあえずね。個々の楽器がよりそれらしく響いているというように感じたことから、トランジェントという言葉を思い出しました。アタック部分の一瞬の輪郭という認識です。今ではかなりのヴィンテージモデルですが、ローランド D50 という LA 音源を搭載したシンセがあって、楽器にはアタック部分にその楽器の楽器らしさが多く含まれた波形があり、その部分をサンプリングして合成するという今では当たり前の技術ですが、楽器にメモリーを大量に搭載できなかった当時としては画期的でした。今なら音が消えるまで全てサンプリングが当たり前ですけどね。平面駆動という反応速度の速いドライバーということもあり、楽器の楽器らしさが明確で埋もれないという観点で S12 はトランジェントの表現がうまいのかなと勝手に解釈しています。CCA、BTX で無線化してみたんですが、波形比較はこんな感じで、広域がちょっと明るめになったかなという変化でした。低位感とか臨場感が認識できるほど大きく欠落した感はなく、無線化しても印象はかなり良かったです。鳴らしにくい平面駆動ドライバーですが、しっかり鳴りました。また、曲感などの無音時のホワイトノイズは全く感じませんでした。平面駆動ドライバーはみんなこういう響き方をするのか、 S12 が特別なのか現時点では分かりませんが、 S12 が今まで聞いてきたモデルの中で音源間の境界表現がピカイチなのは間違いないですね。個人的には S12 の独特な空間表現やパンチのある低域、綺麗に伸びる中高域から高域にすっかり虜になっています。今後 S12 を基準に考えるようになると、他のモデルに対してみんな辛口評価になってしまいそうでちょっとやばいかななんて思ったりします。ということで、レッドシュワー S12 は個人的にはかなりおすすめできるモデルです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。